新型のねモデルになります。サイトができました。だいたい90台ぐらいのキャンピングカー並んでますね。はい、こんばんは。今ですね北関東道を走っております。今日はですねこのままですね福島の方に向かって、走っていきたいと思ってます。で今日はねなんでね福島に向かってるかって言いますと、僕らが乗ってるこのボーンですね、販売しているビルダー東和モータースっていうところなんですけども、ビルダーキャンプですねが実はありまして、4年ぶりにね開催ということで、僕らもね実は4年前にね一度だけ行ったことあります。でそのためにですね会場がね福島県の方のスキー場の駐車場かなが会場になってますので、今日はねそこまで現地まで行けないんですけども、途中のねサービスエリアが、道の駅かどうかわかんないけどまで行って、明日ね朝出発しようかなと思っております。今日はですねその他にもねまた新しいアイテムを持ってきてますので、また後でね紹介をさせていただければと思っております。ということでまずはですね北関東道から東北道ですねの方まで、向かっていきたいと思います。ちょっとだけこのナビに近い、少しだけ前出して、このアイテムねビートソニックっていうアイテム結構いいです。はい、今ですね東北道の方にね入ってきました。次がですね栃木のインターチェンジなんで、栃木県に入ってんのかな、ちょっとねどっから栃木なのかよく分かってないんですけど、多分入ってると思います。割と東北道をよく通るっていうか、今もねナビ見てもらうと点線がついてる、こんな感じで点線がついてます。そう青い水色の線のとこね。そう通りましたよみたいな、しかもなんならいっぱい線ついてるからよく通ってますよぐらいになってる。でこの後ですね栃木を走って福島に入っていくんですけども、パーキングが那須高原まで行かないんですよ。なんで栃木の、矢板とかになるのかな、多分その辺ぐらいまでしかパーキングがなくて、それか降りてから道の駅がすぐ近くにあってそこに行くかだよね。ちょっとねどこに泊まるかはまた考えながら、まずはね福島の方に向かっていきたいと思います。いきなり雨が降ってきました。割と強い。さっきまで降ってなかったね。さっきまで全くだった。全くだった。今ザーだからめっちゃ降ってんじゃん。なんかすごいすごい、前が見えない。なんか弱まってきた。これ一瞬だけだね。雨の粒が大きいよね。窓に当たる雨の音が急に小雨になった。雨やった。なんだかやんな。で今日はこの後もうすぐ高速降りて、多分道の駅になるかな。で一泊して明日朝行くかな。はい、今ですね無事に到着しました。ふーちゃんは寝ています。今日ね持ってきたニューアイテムですけども、こちらです。ブルブルです。パッと見ブルブルです。 AC200P そっくりなんですけども、実はですねこちらですね AC200L というですね新型のねモデルになります。 P が L に変わりました。そうやで。はい、こんな感じでですね、先日ねご紹介させていただいた AC70 とね同じような感じの画面になっております。でこちらもねアプリ連動ができますので、すごくね使いやすいモデルになってます。従来のねモデルと同じように 2000W のインバーターが搭載しつつ、容量がですね 2048Wh で、何よりもすごいのはこれね 2000W なのに電力リフト搭載してます。すんごいハイパワーです。でね、こちらコンセントとかね、使う時も同じような感じでこうやってボタンを押しておくと AC、USB、これ USB はここだけですね。で DC なんで、この辺はですね AC70 とね同じボタン式を採用しているので、すごい使いやすいと思います。で今回ですねこいつを使って、一緒にねイベントにね行こうかなと思ってます。でただですね今日が10月27日なんですけども、この AC200L まだですねブルーティーさん発表しておりません。なのでちょっとね一般の人に見られるわけにいかないんで、ボンちゃんのね中でちょっとお留守番しながら室内からね使おうと思っております。なので今日とかね、あと明日の夜とかね、車の中で使う時はガンガン使います。今回の東和さんのキャンプなんで外で使えるんですけども、じゃあ外で何のポタ電を使おうかって言いますとね、そちらも用意しております。はい、こちらです。ブルブル親子。こちらね先日ご紹介させていただいた AC70 ですね。インバーター 1000W の容量 768Wh
電力リフト使うと 2000W も使えるっていうすんごいね、もう僕はね今年これが一番いい出来のポータブル電源なんじゃないかなって言ったモデルです。 AC70。 この子はね我が家のレギュラーになりましたので、ちょっと今後もねいっぱい出てくると思います。その横にですね、こちらねまた新しいニューモデルでございます、ね、AC2A というモデルになります。実はですねこの AC70、 こちらのモデルが出た時に一緒に発表されております。でただですね、今10月27日現在、これがまだ価格とかねそれは出ておりません。まだね販売開始してないモデルになります。ただ発表はしてますので、こちらはですねイベントでもね外で使っても OK っていう許可をいただいているので、こちらはね明日また外出して使おうかなと思っております。でこれは 300W のねインバーター搭載してて、容量がね 204.8Wh です。これ、ね、何がすごいってこの 300W なのにこれもね電力リフトついてるんで600いきます。でなおかつUSB 関係の端子はついてるので PD 充電ね Mac とか充電できるんで、その辺もねすんごいいいとこです。 100V のコンセントもついてます。なのでこれすごい使い勝手いいと思います。このモデルちょっとねまだね家でしか使ってないんですけども、これはね、すごくいいと思います。で今回ねこちらの方も一緒にね、ご紹介をねさせていただこうと思ってますので、旅に連れてきました。ということでね、このねブルブル親子ちょっと並べてみましょうか。はい、今ですね並べてみたんですけども、こんな感じです。右からですね AC200L、今度ね発表があって発売するモデルです。真ん中がですね AC70、 一番左が AC2A、 こちらもですね今後販売されるモデルになっております。 AC70 だけねもうすでに販売開始してますので、こちらはですねすぐにご購入することが可能です。こんな感じですね。大きさ的には AC2A、 AC70、 AC200L、 ほんとねだんだんとなります。なんか個人的にはデザインが統一化されていいなって思った。ああそうだね。 AC70 と AC2A は今ねママがボタンを押してたと思うんですけど、電源入れてからね使わないとね勝手にねシャットダウンするようになってます。これもすごく便利な機能です。でこの機能はね今パッと見多分 200L にはない。 200L だけねボタンこれなんですよね。僕ねもともと 200P 使ってたんでこれの方がねなんか馴染みがあるんですけど、こちらのモデルはねなんかね勝手に消えないっぽい。まあ一番ね車内で使うのは、ね、200L ですね。やっぱりこのモデルは僕らが持ってる B230 っていうね拡張もできます。なので夏とかねエアコンとか 4000Wh 以上かになって使えるので、もうね電気無双です。本当に拡張になったのと、もうこれら全モデルね今この見えてる3つのモデル全てがですねアプリが使えますので、その辺もですねかなり便利になりました。この子たちはね今後ねボンちゃんにねずっといてもらいます。移ってくると思いますので今後もよろしくお願いします。実際あとはね使ってみて使いやすさとか、あとねなんかこうデメリットとかねもしあればそれもねご紹介できたらなと思っております。とりあえず我が家のポタ電はバージョンアップしたということで、そう我が家のブルブルはねリニューアルブルブルしました。はい、ちなみにね3つ重ねるとこんな感じです。だるまみたい。雪だるまだよ。雪だるま。ご飯食べれると思う。本当だよね。今日はね電子レンジたくさんあります。なので早速ね AC200L ね今日はすごいいっぱいね使う予定なので、よしじゃあとりあえず電子レンジするやつ。はい、こちら今日のメニューですね。ほぼ全部電子レンジ。いけるかなこれ。多分10分以上あるよね。3分半3分半3分50秒5分半5分半。だからこれサバも合わせて約16分ぐらいあるのか。500W っつっても電子レンジ 500W ってことは実際はね 1000W ぐらい消費しますんで、その間もね車もね充電しちゃうんでちょっとね間に合わなかったんですよね。本当ね車の外部充電を止めつつこの内部コンセントを使えるようにしてあげれば、車の中のね電気をポータブル電源の出力に変えて、その間ねバッテリーを充電させないというね、だから本当これをね中のコンセント専用インバーターみたいなね使い方をするようなちょっと仕組みをね作ろうかなと思ったんですけど、本業がねもうむちゃくちゃ今忙しくてちょっとねやる時間がなかったです。まだちょっとできてないんで今日はね外部充電回しながら電子レンジを16分ぐらい使います。はい、じゃあまずですねコンセントを挿して電源入れる。せっかくなんでアプリから起動しましょうか。AC はこれか。押します。オンにするとこんな感じで AC が入ります。カチッっていう。500W も使ってる。これ多分ね今充電器でね 500W 使っちゃってるんで、こんな感じでね今車を充電してます。そんなに使ってる？16Aぐらい。そう本当はね外部充電器をねだからこういう時にオフにできるようにね今後したいんですよね。チンしますよ。うん。
3分30秒スタート。500ワットぐらいいってる。500ぐらいいきますね。だから結構消費するかな。約16分電子レンジかけてみたいと思います。はい、今ですね3分半の電子レンジが終わったんですけども 95% ですね。で今もね外部充電器で 570W 消費してますんで、結構ね負荷かかった状態で電子レンジを使ってもそれでも 5% しかまだ減ってないと、まあ、結構使えそうだね。いけますよ。いいよ。はい、今ですねチャージしてて 16A 外部充電器入ってるんですけど、これ今この状態だと充電をしちゃってるんで、チャージしちゃってるんで、これね僕もね先日ちょっとね聞いたばっかりで初めて使うんですけども、画面の中央上ら辺にオフとかオンとかあるんですよ。これ今オフって書いてあるんですけど、この状態だとフルで充電するような状態なんですよね。でこれをオンにしてあげるとちょっとこう落とした感じ、出力をちょっと落としたような充電に変えれるらしいんですよ。これをオンにすると、要は充電負荷かけないように、今試しにオンにしてみる。こんな感じですね。長押しするとオンになります。で今オンになったんですけど、実際ねこれオンになったらね、あ、充電止まりましたね。外部充電だから負荷かけすぎないように充電してるモードで、今だと外部充電が多分止まってるんですよね。こっちのポタ電もこんな感じですね。今ね純粋に電子レンジだけだと思います。なんでさっきみたいに580とかねかかっておりません。あ、でも今充電開始になったな。今ねこんな感じでちょっとだけ充電してます。1Aぐらい。そう、おっさん祭りかなっていうイベント行った時にすんごい電気に詳しい方がいまして、その方に確か聞いたんですよね。これでもね本当はねもうちょっとねちゃんとした説明があると思うんですけど、ちょっとね僕がお伝えできるのはそれぐらいのちょっと語彙力しかなくてちゃんと伝わってるかわからないんですけども、そうすると実際には 800W ぐらいは電子レンジで 200W ぐらいかな今外部充電で使ってるの。一応ねこういった制御ができます。ボトルニックがちゃんとついてるとこういう制御ができます。ただごめんなさい、僕のね言葉が合ってるかわかんないんで真似される方はね自己責任でよろしくお願いいたします。ただねオンにしてる状態だと当然弱くなってるわけよ、回復力が。だから満充電までちゃんとしないからちゃんとオフにしといてあげないと、今はねポタ電使ってるから外部充電をちょっとこう弱めるっていう意味で使ってるけど、そこだけ気をつけないといけないみたいです。はい、最後5分半。あ、もう最後。はいはい、ということでね最後のねチャーハン5分半いきます。ちなみにチャーハン5分半行く直前で今残りが 88% です。やっぱ外部充電ちょっと切っといてよかったね。まあ減りがだいぶ変わりました。なんなら車のバッテリーも 100% だから明日行くまでの間に充電してもいいし、これね充電もですね AC70 とかと一緒で高速標準静音かながあるんで、静音モードぐらいだったらそんなに容量食わないんでインバーターで多分回せます。はい、今ですね電子レンジ5分半最後のやつが終わりまして、残りが 84% です。もう全然余裕ですね。これちょっとね最初のうちにさっきの外部充電オフ機能みたいな制御機能を使っとけば多分 85% 切らなかったね。すごいね、電子レンジ15分使ったんだよ。 AC200L は、そういった意味では車中泊とかキャンプとか、そういうレジャーでも使えるけど防災用品としてもすごくちゃんと活躍できるタイプですね。乾杯。お疲れ様です。飲んじゃった。はい、もう本当にはやる。意外と缶クーラーっていうの結構さ冷えるよね。意外とこういうのいいです。いただきます。今日はねコンビニパーティ温まる。ママは豚汁。ー。いやほんとね電子レンジ使えるとねあったかいご飯食べるんで火使わなくてできるもんね。喜んでる。でかい。でも冷凍食品のチャーハンうまいよね。のお母さんがここ最近の冷凍食品のパスタすごいって褒めてた。パパでもあんまりあれだからね、冷凍食品いっぱいあっても全然平気な人タイプだ。あんま気にしないっていうかあんま分かってないから冷食なんだみたいな、知らなかったわ全部冷食でいいじゃん。そうということで、じゃあ今日は、ね、コメントテーマ、皆さんが好きな冷凍食品または皆さんがよく買う冷凍食品、おすすめの冷凍食品もいいね。ぜひねコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに我が家はふーちゃんが好きな冷凍食品は揚げパン。揚げパンです。ママはママはもう冷凍食品は様々なんで紙って言ってましたけどさっきは。まあ強いて言うならやっぱりよくパスタを買うかな。あんまり最近見かけないけどカルビーのポテチのそう形した味のね。そう幸せバターか。そうそう。あれはねおすすめです。私もね前後でね買ったけどね最近見かけあなくて。とうーちゃんがお弁当の時はもう冷食様々あちょっとねこの AC2A 使いたいのでテレビを映そうかなと思っております。まだ一回も使ってないからね。めっちゃ軽い。確かにね持っちゃうみたいに軽い。片手でねこう余裕で持てるやつ
じゃあ持ってるよ。ここがね取っ手で、取っ手だからまず取っ手の部分。そう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 。で、あとは下からゆるっほら持てる。かわいいね。と。かわいい、ちっちゃい。ちゃんブルブルだよ。うん、まだこれ余裕。うーちゃんでも楽々に持てるぐらいのルピブルです。 AC2A。 これねテレビのすぐなくなりそうな、思ったより。で、これもちっちゃい、かわいい。AC のねこれを押します。あ、ついた。あ、今ねクロームキャストオンになったんで、ヘリがあれっていうほど使ってないんじゃない？はい、こちらもね Bluetooth で AC2A 押すと今のね状況がわかります。 18W ですね。そうほんとね他の AC モデルと一緒で、これもねちゃんとアプリ使えるんですごく便利です。さあ、じゃあちょっと何かを見ますか。はい、ということでね一回 YouTube つけました。これね時間が出てるんですけど、07だから 7.7 時間 7.7 時間も使える。この状態だったら 7.7 時間使えるらしい。うーちゃんどう？うーちゃんブルブルちゃんと活躍してる？いい感じ？うーちゃんブルブルパパブルの上に乗っかってるよ。そうだね。そうだ。やばい。ちょっょうどね今日ねキャンバケ九州の様子がね皆さんいっぱいアップされてたんで、これからちょっとね見ようかなと思います。ブルーティーさんっていうですね、ポータブル電源の会社になってまして、今日はブルーティーさんからですねこのイベントがあるということで、実はキャンバケ九州も容量もかなりブルーティーさん協賛いただきまして、こちらですね AC180P キャンバケ和歌山もですね、私たちが紹介させていただいたこの AC60 とこれを少し容量アップしたモデルの AC60P ってやつですね。この2台をですねブルーティーさんからご協賛いただきました。ありがとうございます。ちなみにですね僕たちだけではないです。今回の和歌山はいっぱいあるかもしれません。今回の和歌山はブルーティーさんのお祭り状態かもしれない。それぐらいですね、本当に今回いろいろやっていただきましたので、本当感謝で今回ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとね今動画見終わったので、消そうかなと思うんですけど、あとね 83% ですね、この AC2A。だからねテレビとかね使う分には全然余裕でした。またね明日もねキャンプとかで使いたいんで、ちょっとね電力残しておきます。はい、今日はですねうーちゃんがはしごをつけてくれるらしいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。謎の BGM とともに登場します。できた？ちなみに今日はブルーティー祭りなんで、ホタテンがこんな感じでぎっしり寄ってます。でもなんか意外と荷物少なかったね今日。いってらっしゃい。扉の前でバイバイおやすみ。バイバイおやすみ。転がってった。はい。バイバイおやすみ。はい、バイバイおやすみ。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、7時35分。室温が 20.8 度、湿度が 60% です。はい、夜ね、雨が降ってたので、湿度はね、少し高いです。こんな感じでね、ちょっと今 FF ヒーターを強くしました。ということでね、そろそろ準備していこうかなと思っております。で、気になるね、天気なんですけども、多分ね、晴れてんのかな？入ってるよ。あ、いい感じで日が出てますね。まだちょっとね、雲は暑いですけど、ちゃんと朝日が出ております。天気ね、持ってくれるといいなって思います。今ですねこれからケトルを使います。まずはね電源を入れといて、でつけると。でね残り 83% ですね、昨日使って。じゃあ行きます。はい、1200ワットぐらいかな。1200ワット使ってるのにポタ電から音しないんだけど、どういうこと？これはケトルの音。こっちがねお湯がもうすぐ沸きます。だからちゃんと動いてるんですよ。ちゃんと動いてるんだけど全く音しない。めちゃくちゃ静か。はい、ということでね、今日朝ね寒いんであったかいものを飲もうかなと思います。無音だったけどちゃんと使えてるね。ケトルをね使ったんですけども、バッテリー残量がね 81% 残りなんで、たった 2% しか使ってないですね。なのでやっぱり大容量系はねこの辺のねゆとりがいいですよね。よう食べましょう。いただきます。いただきます。そう。コップも熱くなっちゃうからねこれ。でもコップが熱いから熱いっていうのは分かるけど、コップ熱くなかったら熱くないでしたやけどすんで。9時に出発だよ。8時に起きた人だよ。意外と早いんだよ。まだちょっと距離もあるからな。だからここは雨が降ってるけど向こうが降ってなきゃいけないな。
はい、そしたらね今から出発します。で見ての通りですね、今日昨日の夜からですね結構雨が降ったみたいで、なんか降ったりやんだり、今日一日そんな天気だろうな。からざっくり55キロで、ただね55キロなんですけど高速じゃなくて下道で、しかもね割とね山々を抜けてった記憶があります。昔もね1回来てるんですよ、同じ会場なので。なんで割とね時間がかかる感じの下道だったと思います。昨日の夜ね走ってる時13度ぐらいで、今も多分実温10度ぐらいしかないのかな。だから割と寒いんですよ今日。もしかしたらこのね道中ね紅葉とかねすごい綺麗に見えるかもしれない。国立公園はまた全然違うね。綺麗じゃない？あ、10度に変わった。一瞬一瞬。こっちはなんか全然降ってなさそうだよね。路面が乾いてる。ずっとその天気ならいいんだけど。はい、今ですねもう会場からねあと7キロの地点に来ております。でねもうここまで来るとねキャンピングカーもねたくさん見かけております。ボーンもめちゃくちゃ多い。やっぱりデュカト系もやっぱ多いですね。新型ボーンマジで多い、こんなにいるんだってぐらい。着きました。はい、とりあえずね今到着です。あ、奥にちょろちょろっている。ああ、そうだね。はい、じゃあ今ね到着して、ちょっとねママが準備するっていうのでアイロンね使ってます。これか。カチって言ったら作る。さあねうーちゃんもママも用意して、ちょっと僕だけ先ね受付行っとこうかな。ちょっと受付に行きましょう。後ろすごいね山が。山々。受付しましょう。ありがとうございます。それ券渡して。はい、ありがとう。オレンジジュースでお願いします。はい。今全員来ました。これ一緒だよ。じゃあちゃんと一緒。今日はですねこんな感じでサイトができました。今日フルセットはしてますね。でこれは今日ねストアモータースの景品でもね1個協賛出させていただきましたので、ぜひ皆さんゲットしてください。でこちらですねブルーティーの AC2 こちらね今日キャンプで持ってきております。でこれね DC 後でつけるとこんな感じでランタンがつくようにしてあります。ランタンと比べてもかなりちっちゃいポータブル電源になってます。こんだけちっちゃかったらねキャンプでもすごい使いやすいんで今日持ってきました。あとはね夜ねこれ使って万が一足んなくなったら、AC70 ねこれよりちょっと1個大きいやつもね持ってこうかなと思っております。はい、今お風呂入ってきたので、これから車でドライヤーをしようと思います。まあね、でっかいやつだからね、全然減らないとは思うけど。来た。はい、ドライヤー終わってバッテリーが 80% から 74% になったので 6% 消費しました。やっぱねちょっとね今日みたいな日はね混んじゃうんでドライヤーをね車でします。はい、今ですね終わって、残がね 69% ということなので、5% ぐらいかな。結構今長めに使いました。ちょっとねコメント返してたりしながらやってたんですけど、それでもねこれぐらい余裕、全然余裕ですね。もう今日はねちょっともうあんま大きい電気使う予定がないんであれなんですけど、めちゃくちゃ余裕で使いました。はい、こんな感じですね。今サイトを作っております。ここのねグローブバスの方も一緒にテントの中入っております。うちのねタープテントとなめかじさんのところと出してやってます。中ねストーブとか入れてるの結構あったかいです。で今ですね、向こうでねキャンプファイヤーをやってちょうど終わる頃かな。今ねちょうど僕ね行ってたんですけど帰ってきました。でこの後ねじゃあね花火があるのかなと思います。はい、ありがとうございます。さんの命令です。左手を上げてください。はい、で僕らはテント内がねこんな感じですね。よいしょ。なめかじさんとサイト作っております。ということでね、そろそろランタンをつけてる時間なんですけども、容量がねまだあと 79% もあるんで
全然余裕ですね。でもこれいいよね。うん、昨日 83% だったから 4% しかまだ使ってないね。もう俺はポチるよそれ。全然これ普通のウーチャンネルライブでさプレゼントキャンペーンとかやってほしいね。それやっちゃいますか、そういうの。やってほしいね。花火が上がり始めました。はい、ということでね、今ボンちゃんに戻ってきました。でね、もうね見ての通り寝る準備が終わってますので、今日はねこのまますぐ寝ちゃいます。はい、ということでね、おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね7時47分、室温 18.2 度、湿度 56% です。少しね、肌寒い感じがしますので、今ね FF ヒーターを全開にしております。湿度はね、56% だから、でもちょっと乾燥してるかなやっぱり。はい、ということでね、今日もね東和キャンプ2日目もね楽しみたいと思います。はい、今ですねとりあえず片付けが終わったので、これからですねまだ時間があるのでご飯をね食べようかなと思います。11時からね抽選会ということなんですけども、今ねまだ9時なので、ちょっとねケトルとか使おうかなと思います。先に水入れちゃうよ。よし OK。 電源入れると、こんだけ高出力家電使いまくってるんですけど、まだ半分にもいかない。ドライヤーもしたしな。で今回ケトルは 0.5 リッター以上。音しないね。1250ワット使ってもこれ聞こえるかな、無音なんですよ。ファンが回らん。多分そろそろケトルの方が音がすると思う。今回のこの音はねちょっとねすごいいいメリットだと思います。あとエアコンとか使う時も結構夜とかかけっぱなしにするとねそれなりに音がしてたんですけど、全くしない。これはめちゃくちゃ優秀、かなり優秀です。これは夏かなりこれ違うんじゃないかな。全然暑いとかもないし発熱してるとかもないんで。でも微妙にこれなんかファン回ってんのかな、微妙に回ってるような気もしなくはない。だからそんだけだからファンも静かなんだね。バッテリーのね残量としては 65% ですね。こんだけお湯沸かしてもほとんどね減らないというね、もうねパワーの違いがすごいですね。はい、こんな感じでねスープ系完成です。これ結構ねレトルトですぐできるんでいいです。ちょうどね賞味期限も10月だったんでギリギリ OK です。はい、ということでねご飯食べていきたいと思います。めっちゃ夫婦して飲まないと熱いよ。その間ちっちゃいポタリンで髪の毛アイロンしてよ。今使ってみようと思います。名刺として今ね電源入りました。一応ね電力リフト機能これついております。なので600までね最大引き上げられるんですけど、600ワットのものまでは使える。一応これもファン回ってるんだね。ファンのこのマークがついてる。こんな感じでね普通にアイロン使うことも可能です。はい、今ですねアイロンが終わって 30% からスタートしたんですけども、21% なんでやっぱ 9% ぐらいね消費してます。やっぱアイロンだとねちょうどこの規格全然収まる程度なんですけども、出力としてはやっぱりね容量がちっちゃいんで少しね減ります。よし、はい、今日はねこれからですねくじ引き抽選会があるということなのでね中央に集合しております。こんな感じでね会場全体図ですね。ちょっと昨日ね全体撮れなかったんですけども、東和さんのねキャンピングカーを中心に並んでおります。なかなか集まることがないのでボーンがこんなにいるのもね異様な光景です。なんでだろうね、カビゴめっちゃいるね。だから移動してたのかな。ほらカビゴめっちゃいるよ。はい、こんな感じでですねだいたい90台ぐらいのキャンピングカー並んでますね。右側にカビゴがたくさん並んで、あともうボーンが圧倒的な台数。そうだね。こんなにボーンいたんだっていうぐらいボーンが。人もこんなにいた全然確かに人もこんなにいたんだっていう。はい、という感じで東和キャンプでした。記念撮影が終わってこれからですね抽選会ということで、ここの多分前で集まるのかな。
22番その目なんかがいいことありそうな数字になっております。ブルーティーが当たるのかわかんないです。申し訳ないです。ブルーティーではないです。20インチ折りたたみ自転車。22番。23番。はもらったよ。赤べこりん。はいどうぞ。焚き火マイテーブルスノーピーク。64番。あれまさかの。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。オートキャンパーなんか来るんじゃないですか、20インチ。来るかな。さあこれを持って簡単に。本日ありがとうございました。赤べっこりのオフ会になっちゃった。超ウケる。赤べっこりん。ないよねなかなか。多分ね全員みんなで赤べっこりん。一緒なんですよ。一回はうちの子どうした？絆が生まれた？めいちゃんバイバイって。またすぐ会おうねって。眉毛は大丈夫。気になるね。ちゃん気になったね。でっかいなやっぱり。うん、でかい。すいません、ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。またお願いします。またねありがとうございました。またお願いします。バイバイ。またありがとうございました。また和歌山で。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ということでですね、今東和キャンプ無事に終了をいたしました。まあといってもね、僕ら参加者なので常に見てるだけです。協賛の方でね、スノーピークのねテーブルをね出させていただきました。くじ引きでねそのスノーピークのテーブルを持ってってくれた方が実はですね、今僕が履いてるこのエムズホイールさんのクローメッキのホイール、これを今日買いたいってたまたま話してて、でその方がねまさかの当選するという、これもまた新しい運命だなと。運命を感じた瞬間だった。またね黒メッキのボーンが増えるということですね。はい、ということで、今回はですねブルーティーの AC200L 最新型のねポータブル電源と一緒に旅をさせていただきました。まあ今まで僕らが使ってた AC200P ですね。これもねこれはこれですごくね使いやすくて、今までも何もトラブルもなく使ってきました。で今回ですねこの新しい AC200L ですねを使わせてもらったんですけども、まあもちろんね 200P の時にできたことは全部できてるかなと。でその上でですねアプリで高速充電に切り替えたりとか、あと AC/DC の切り替えができたりとか、あとはですね電力リフトですね、こちらも搭載しております。ここら辺は大容量を超えたもうハイパワーのスペックをね持ち合わせてると。あとはですね AC200P の時にはできなかった拡張ですね、バッテリーの拡張、これもできるようになったので、AC200MAX でもできたんですけども、これがねやっぱねできるようになったので、僕個人的にはこれも大きいかなと。正直ねデメリットの点で言うと、これはね AC シリーズね全部に言えちゃうんですけど、もうねこれブルーティーだけじゃなくて大容量系全てに言えちゃうんですけども、やっぱりね重量がね重たいです。30キロ近くありますので、当然ね重量が重たくなるということはそれだけねスペースも取るということなので、その辺に関しては使い方によってはですね、人によってはですねちょっと使いづらいっていうね要素になるのかなと思いました。それぐらいですかね。逆にですねメリットのところ、こちらにつきましては、大容量というのが一番ですね。夏のねエアコンとかでもすごく活躍します。普段使ってない時ですね、レジャーで使ってない時、非常用電源としてですね、家の防災用品として置いておくことも十分ができます。そういったところがですね、この大容量系の最大の魅力なのかなと。あとはやっぱ細かいところで言いますと、音がねすんごく静かなんですよ。これね今までのモデルにないんですよね。その辺に関してはもともとねブルーティーさんは静かな方のポータブル電源だったんですけども、その静かがねついに無音に近い状態になったなと。
いうことで、充電に関しては、従来通りね音はしますけど、使ってる時のね音はかなり静かです。これはねめちゃくちゃ魅力だと思います。あとはですね、こちらはねメリットというか、変更になってよかったなと思ったのが操作関係のボタンとかですね、この辺がですね、今まではねタッチパネルだったのが物理ボタンに変わりましたので、そこがね意外とね使いやすいです。これはね今回使ってみて思いました。なのでちょっとね大容量系悩んでる方がいましたら、ぜひねこの AC200L もね検討してもらえれば嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。前すごい綺麗。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。